皆さんこんにちは。安の茶道生活へようこそ。空気がぐっと冷たくなり、冬の気配を感じ始める立冬の時期に、茶の湯の世界ではお正月を迎えます。そうなんです。実はお茶の世界では1年に2回正月を迎えます。1月に迎える新年の正月、そして11月初旬にお茶の正月を迎えます。茶の正月では春に摘み取ったお茶の新芽が入った茶壺の封を切り、新茶を使い始めます。そして炉開きといい、畳に切った炉を使い始めます。この2つが合わさって行われるのが口切りの茶事です。今回はその口切りの茶事をご紹介いたします。それでは一緒に見てまいりましょう。お客様がそろっと頃合いに白湯をお出しします。遠方から見えた方にはこの一杯の白湯が息をつくのにちょうど良いのです。一息ついたお客様は外腰掛け、亭主のお迎えを受け席入りをいたします。正客から順に床の間を拝見し、手前畳に進み、炉や釜、また棚の飾りを拝見します。床の間には軸がかけられ、茶壺が飾られています。網のかけていない壺を飾るのは拝見しても良いという意味になります。全員が座に定まった気配を感じ、亭主は茶室に入り、一人一人と挨拶を交わします。挨拶が一巡すると、正客から床の間の飾り物を尋ね、茶壺の拝見が所望されました。口切りは茶壺の封を切り、壺の中から新茶とお茶入れ日記をお客様に呈し、そして所望されたお茶を石臼でひいておもてなしをします。今回その部分はお茶屋さんに頼ることにし、壺飾りの趣向で茶事を進めます。茶壺道中の話に少し触れましょう。江戸時代、茶壺道中なるものが制度化されていました。毎年新茶の季節になると、京都から宇治茶を茶壺に入れて大切に江戸まで運んだのです。茶壺道中は権威が高く、茶壺が通るときには大名でさえ籠を降りる必要があり、街路沿いの村には掃除が命じられ、田畑の耕作も禁じられていました。こんな歌を聞いたことはありませんか？ずいずいずっころばしごまみそずい、茶壺に覆われてどっぴんしゃん、抜けたらどんどこしょ。これはごまみそをすっていると、そこにお茶壺道中は通りかかり、急ぎ家の中に入り、戸をぴしゃりと閉めてやり過ごした。そんな村人の様子を歌ったと言われています。それほど茶壺道中の往来は人々に緊張を強いるものだったようです。末客まで茶壺の拝見をし終えた後、正客と出会いで返します。この出会いで返すという行為は、拝見を所望した正客が粗相がなかったかもう一度確認をして、責任を持って亭主に返すために行われています。正客は元の出された場所に返却後、亭主は壺の前に座り、正客のお尋ねに答え、水屋に下がります。続けて亭主は茶室に入り、所摘み出前の始まりです。所摘みは後ほどいただく濃茶のためのお湯を沸かす準備です。炉の正午の茶事は摘み出前の後に食事をいただきます。食事を置いておもがしを食べ、その後で濃茶をいただくのです。その濃茶を立てるタイミングにお湯がいい具合に沸いている。茶道では湯あえを整えると表現します。そのための炭出前なのです。羽箒で炉を吐くと、お客様は一礼して炉の近くに出ます。
炭を継ぐ様子も拝見の対象とされているからです。炭を継ぎ終えたら香を焚きます。清らかな香りが茶室を浄化するとともに、香の香りが炭の匂いを和らげる効果もあります。釜を戻したら、羽箒機で釜の蓋を吐き、灰器や炭取りを水屋に下げます。正客は拝見に出された香合を取りに出て、席に戻り、一人一人順に香合を拝見します。拝見を終えた頃、亭主は茶器を持って茶室に入り、棚に飾り、釜の蓋を切ります。そして香合正面に座り、正客からのお尋ねに答えます。炭手前の次は懐石の時間です。一人一人に膳をお出しします。お敷の上には飯碗と汁碗、向こう漬けの器が乗っています。茶事の中でご飯は3度出ます。1度目は炊き上がったばかりの蒸らす前のご飯を少しだけ。まず一口だけでも召し上がってくださいという気持ちを表しています。汁はこの時期体が温まる白味噌を使います。杯台と調子を持ってお酒を勧めます。飲めない方は無理をしないようやんわり断りましょう。次は煮物椀をお出しします。煮物椀は懐石のメインディッシュなので、お茶の正月らしく、エビの心臓に松茸と華やかに赤く茹で上がった車エビを添えました。ご飯のおかわりです。今度は程よく蒸らしたご飯をお出しします。同時にお客様から汁碗を預かり、汁替えをします。次に焼き物をお出しします。今日の焼き物はお魚です。もう一度しっかり漏らしたご飯のおかわりを出します。召し上がれる量だけ取り回し、あとは半斤残しても構いません。途中で様子を見ながら炊き合わせやしい魚をお出しします。そしてこすい物をお出しします。続けて私が8寸と調子を持って茶室に入ります。実は本日のお客様、私の友人たちです。さっきまで台所で料理をしていましたが、亭主である先生から、皆さんアンさんと話したいでしょうから行ってきてと言われ、バトンタッチをしました。茶事の中でお客様一人一人と顔を見ながらゆっくりお話できるのもこの8寸の時間になるかと思います。最後にゆつぎと香のものを出します。それを使ってお客様は碗の中をゆすぎ、向こう漬けの器や杯も返して吹き清めていきます。箸を一斉に膳の中に落としたら、その音を聞いて膳を下げに入ります。一息ついておも菓子をお出しします。お菓子を召し上がった後、お客様は一度退席をして、外腰掛け待合にて小休止です。ここから御座の準備です。床の間の軸を外し、花をかけます。正客のお気遣いで、おなり物で準備が整ったことを知らせます。お客様はもう一度つくばいを使って席入りをします。さあ、茶事のメインとなる濃茶の時間がやってきました。この一服のお茶を飲むために、これまでの炭手前や懐石の時間があるのです。ましてや口木の茶事ともなれば、今年の新茶を味わえる時間。この研ぎ澄まされた空間の中で、その一碗のお茶への期待感が高まっていきます。正客のお茶が出ました。皆が濃茶を飲み終え、この日のために用意したお道具を紹介し、至福な時間は終盤へと向かいます。続けて薄茶をお出しします。お客様にリラックスしていただくために、もう一度座布団をお出しします。タバコ本と干菓子を出して、
引き締まった空気が一転して和やかになります。薄茶で使う茶碗には絵柄が入ったり、色彩が入ったりと、濃茶に比べカジュアルな雰囲気を感じ取ることができます。薄茶に使われる抹茶ももちろん新茶です。今日の茶事の名残を楽しむかのように、茶室内は楽しいおしゃべりが続きます。皆さんいかがでしたでしょうか。お茶の世界のお正月を一緒に楽しんでいただけましたか。茶室にお客様をお招きし、お食事とお茶のフルコースを提供する日本流の最高のおもてなし、それが茶事です。その茶事の中でも、茶事にとって招かれれば幸せ至極と言われる口切りの茶事。本日は壺飾りの趣向でさらっと紹介をさせていただきました。日本の美しき文化に触れていただけたら嬉しいです。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。